はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。ちょっとまた間隔が空いてしまって申し訳ないですが、本日は前回の、ホテルグループ紹介ですね、に引き続き、今回もちょっとね、ホテルグループをご紹介したいと思います。はい。で、ちょっとね、最初の部分ですか。一番最初はこんな感じで私アップで映ってるんですが、早速今回のホテルグループ紹介に移ろうと思いますが、私はちょっと小さくね、右下かな左上かなちょっとわかんないですけど、どこかに顔だけ出て喋ろうと思いますので、よろしくお願いします。はい。では早速、行ってみましょう。はい。よろしくお願いします。今回のホテルグループ紹介ですね。ホテルグループイントロダクションですが、早速行ってみましょう。じゃんと。はい。今回はペニンシュラをご紹介したいと思います。日本では、東京にね、ありますので、コロナの間って言っていいのかなコロナ禍ですかねに、少しね、価格が安い時に、たくさん泊まったっていう方もいるんじゃないかと思いますし、私も何度かね、宿泊させていただいてますが、いや、いいホテルですよね。マンダリンオリエンタルさんとか、シャングリラさんと、このペニンシュラが、香港のホテルの、日本ではね、私は勝手に3強だと思ってますが、他に香港のホテルグループがあるかがちょっとパッと出てきませんが、はい、その中の一つで、私も大好きなホテルの一つです。はい。で、今回は世界中のペニンシュラさんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。では早速行ってみましょう。まず、ペニンシュラですが、本拠地は香港ですね。で、経営は香港上海ホテルズというホテルグループが経営しております。で、続いてこちらですね。2019年のフォーブストラベルガイドで、ペニンシュラのホテルすべてが5つ星を獲得したということで、これはホテルチェーンで全てのホテルが5つ星を取ったのは、この時にも、この先も、歴代ペニンシュラのみが成し得た偉業ということで、これすごいですよね。2019年の時にあったペニンシュラホテルが全て5つ星。これはすごいですね。で、東京のペニンシュラもうね、何年も連続で5つ星を獲得してますし、スパもね、結構東京では有名かなと思いますが、スパも星を取っている、素晴らしいホテルですね。レストランも素敵なレストラン東京でもたくさん入ってますので、改めてね、全世界の全ペニンシュラが全て5つ星を獲得してたっていうと、すごいですね。はい。もうシンプルにすごいなっていう感じですけど、そんな5つ星ホテル軍団ペニンシュラです。はい。で、2024年現在全世界に12軒を展開しております。で、2023年に、なんとね、1年の間に2個開業しておりまして、これで12件になっております。で、12件なので、今回は全てね、写真を見ながらご紹介していきたいと思います。私もちょっと写真見ながら感想をね、話したいと思います。で、今回はですね、全12のホテルの、私がこれ、2024年の7月にこの動画を撮ってるんですが、その時、予約サイトとかで見て最安値でね出てるところを一応価格調べましたので、おおよその価格をご紹介していこうと思いますので、ちょっとね行きたいっていう方は価格を知らずにね行くことはないと思いますが、価格調べると思いますが、ちょっとね参考にしていただけたらと思いますので、そちらもぜひっていう感じですね。では早速12個行ってみます。まずじゃんと世界にどんな感じで配置されているかというと、こんな感じです。アメリカに3つですね。ニューヨーク、シカゴ、ビバリーヒルズ。で、アジア圏に東京、北京、上海、香港、マニラ、バンコクですね。で、ヨーロッパですね。トルコのイスタンブールと、パリ、ロンドンっていう感じですが、イスタンブールとパリが結構新しいので、こちらね、開業の順番で最後にご紹介しようと思いますが、はい、こんな感じですが、どうですか？この世界中の、ペニンシュラをね、あるところを縁に取るとね、これなんかペニンシュラベルトっていうらしいですけど、言いません。ちょっとね、なんかありがちですよね、この太平洋ベルトみたいな感じですが、
いや、いいですね。全世界にあって、ただ、12件ね、全世界に散っておりますが、これがね、東京にあるっていうのは結構嬉しいなっていう感じしますよね。作っていただいてありがとうございます。はい。日比谷のところにありますが、あとね、東京ももちろん写真で出しますが、こんな感じの配置になってます。どうですかね、皆さんご存知なのか、そんな感じってなったのかわかんないですが、思ったよりね、多くはないと思うので、一生の間にね、ペニンシュラを全て巡ってみるなんていうのもね、ペニンシュラ好きな方にはいいかなと思います。私も、ちょっと知り合いと言っているかわかんないんですけどの方でね、世界のペニンシュラを回っていきたいっていう方を、先日お会いしましたが、いや、ぜひね、お付き合いしたいですね。私も全世界のペニンシュラ巡ってみたいなと思いますが、はい、ということで、こんな感じで散りばめられておりますので、順番に行ってみたいと思います。はい、まず最初は、本拠地香港ですね。こんな感じで、真ん中にドーンとありますが、もうさすがの迫力ですね。で、公式サイトとかインターネットで調べると、この前にロールスロイスとかたくさんね、車が並んでるすごい写真がありますが、いや、すごいですね。はい。で、ちょっと左下のこれはバーかな。で、多分この雰囲気はね、海外のホテルではたまにあるシークレットバーみたいな、見つけた方だけが入れるみたいなバーなのかなっていう雰囲気はしてますがね、行ったことがある方はこのバーこんなのだよっていうのをね、コメントにいただけると嬉しいですが、このグリーンですね、ペニンシュラは日本でもペニンシュラの前にクーパーは一応車の、グレードなのでミニですね、ミニの車が止まってるんですが、それがねグリーンでペニンシュラグリーンなんて言いますが、深緑がペニンシュラって感じのね色で、そんなバーかなと思いますが、本拠地香港ですね。このプールとかもね豪華ですよね。このプールの正面にドーンとね香港の街並みが見えると、これはおしゃれですね。ペニンシュラ好きなんでね、一度は香港はね、もう行かなきゃいけない、もうマストですよね。はい。かなと思っております。私もね、いつか行きたいなと思います。で、続いて、中国が続きますが、上海ですね。はい。上海も結構ね、豪華かなと思いますが、こんな感じです。いかがですかね。はい。プールもね、天井高くて豪華ですし、この右下のね、赤いもう普通に椅子ですね。椅子が出てこないっていうのはおかしいですけど、割とね、赤を基調にしてるかなとは思いますね。こちらは、中国のね、国旗の色とかを意識されてるのかもしれないなと思いますが、赤を基調にした椅子がレストランでは結構あるなって感じがね、写真を見ててもしました。で、左上のお風呂ですが、この浴槽が真ん中にあって左右対称になるのはね、東京でもこのデザインだなっていう感じがしますが、いかがですかね。ペニンシュラさんのお風呂って結構ね、私イメージがあるので、レイアウトとかは踏襲してるなって感じがしますね。はい。で、続いて、じゃんと、北京ですね。で、北京は私がこの写真で見て思うのは、真ん中のね、外観もすごいですし、屋上ですかね、のレストランも、もう中国のね、デザインをドーンって入れてますね。中国の、ね、北京は街並みがね、結構こうデザインが統一感あるので、そこにね、合わせるのは、合わせに行ったのか合わせなくてはいけないのか、ちょっとそのあたりわかんないですが、中国らしい建物でね、こういうのも世界でね、ホテルを巡るときにその地らしいものっていいなと思いますね。で、私は結構この左上のちょっと緑をね、入れたようなレストランの色味が好きですね。おしゃれですが、皆さんいかがですかね。はい、こんな感じです。右下のバーのカウンターもね、この緑を入れてるので、ちょっと差し色にね、この緑をホテルのデザインに入れてるのかなっていう気がしますね。はい、こんな感じです。で、中国のペニンシュラさんの価格なんですが、私が調べたところもボトムの値段でいきます。一番お安いお部屋で、北京と上海が、5万円中盤ぐらいです。5万5千円ぐらいから泊まれる日が結構ありますっていう感じです。で、香港が8万くらいですかね。なんで8、9万あたりから泊まれます。割とね、こう円安の影響をアジアは受けにくい状態に今はなってるので、それほど価格も上がってないかなっていう印象ではあります。はい。で、続いて東京ですね。
はい。こちらはね、日本でラグジュアリーホテルがお好きっていう方は、行ったことあるんじゃないかなと思いますし、最近ラグジュアリーホテルにハマられたっていう方は、ちょっとね、いつか行ってみたいなと思われてるホテルだと思うんですが、コロナの時は、3万円とかね、4万円で泊まれる奇跡の時がありましたが、今はね、もうそういう価格ではなくなってしまっているので、10万円を超えるくらいのね、価格で、ボトムの価格も推移してるかなと思いますが、たまにね、7万円、8万円で泊まれる時もあるかなっていう感じですが、しっかりね、値段しますが、もともとより少しもともとっておかしいですけど、コロナ前よりね、少し価格は上がったかなと思いますが、こちらは外資系のね、ホテルは、ドル換算であったり、海外の方インバウンド狙いの価格設定になりがちだと思いますしね、もう東京はそういう街かなと思いますので、受け入れるしかないですね。はい。で、ペニンシュラさんはね、また、私もペニンシュラの動画を上げてますので、そちらをね、ご覧いただけたらと思います。はい。で、続いて、マニラですね。フィリピンにあるマニラですが、ちょっと古くなってるかなっていう感じはしますが、この左上の、ちょっとね、大人向けのレストランとか、やっぱね、豪華でね、おしゃれですよね。敷地も豪華です。で、マニラの最大のポイントは、ペニンシュラのホテルの中では多分一番安く泊まれます。安い時で2万円後半ぐらいですかね。2万8000とか9000の価格がちらほらあって、スタンダードな時でもね、3万円から3万5000円ぐらいでボトムのお部屋が泊まれるので、もうペニンシュラだけに泊まりたいっていうことなら、マニラがいいかなと思いますが、治安などの面もあるので、女性が一人でね、マニラを出歩くのはちょっとリスクがあるかなと思いますので、ホテルに直行するか、知ってる方と一緒に行くのがいいかなとは思いますが、はい。すべてのね、ペニンシュラを制覇するためには、マニラにも行く必要がありますので、もうこれはね、安全に気をつけていくしかないです。言ってるほどね、危険ではない。私が今言ってるほど危険ではないと思うんですけど、ちょっとね、警戒していく必要はあるかなと思います。これはね、海外どこでも一緒かもしれないですね。はい。で、続いていきたいと思います。はい。続いて、こちら、バンコクですね。で、バンコクも価格は、ペニンシュラさんの中では泊まりやすい価格です。3万円から3万5千円ぐらいがボトムの部屋でありますので、はい。ちょっとね、安い時を狙って、雨季とかだとね、少し安いと思いますので、そういう時を狙って宿泊するのもいいかなと思います。はい。こんな感じで、川のね、チャオプラヤ川でしたっけね、ちょっと名前があれぐちゃぐちゃになってるので、これはせっかくなんで、小さいのをね、いいことに、ちょっと調べます。ペニンシュラ、バンコク、川で出ますかね。これは、チャオプラヤ川でいいですね。はい、チャオプラヤ川が目の前に見える状態ですかね。はい。で、プールとかもね、おしゃれですし、建物も豪華で、高級ホテルに泊まってるっていう感じはね、すると思いますのでね。バンコクは、外資系のホテルもたくさんありますし、価格も日本と比べると結構泊まりやすい価格で泊まれるので、選択肢たくさんあるのでね、いろいろ悩んで、ペニンシュラさん好きな方は、ぜひね、泊まるといいかなと思います。はい。で、続いて、アメリカですね。ニューヨークです。これはね、行きたい。はい。感じしますね。はい。で、ペニンシュラニューヨークですが、まず真ん中のね、センターの写真ですが、いや、かっこいいですよね。この石で。しかも、このね、車の止め方も、素晴らしい。はい。結構ね、街中にありますので、ニューヨークのね、観光にもいいかなと思いますし、お買い物とかのね、拠点にももちろんいいかなと思うんですが、いや、贅沢ですよね。はい。で、ニューヨーク、ちょっとまとめて言ってしまうんですけど、ニューヨーク、この後ね、ビバリーヒルズが出てくるんですけど、ビバリーヒルズ、パリ、ロンドンは、総じて同じぐらいの価格でした。価格は20万円って感じです。19万とか18万8000とかありますけど、20万円が一つラインかなと思っていただければいいかなと思いますので、ボトムの部屋で20万ぐらいということで、さすがですね。アメリカ、ヨーロッパは結構ね、円安の影響をダイレクトに受けますので、はい、そういう感じですかね。これがね、3年4年後にモンタロウが言ってた価
格なんて一瞬だったよって思うぐらいね、円高になっていただき、価格も安くなっていることを願っておりますが、今はそういう状態であります。はい。ということで、ニューヨークのベニシュラさん、かっこいいですね。はい。で、続いて、シカゴですね。アメリカは3つありますが、ニューヨーク、シカゴ、ビバリーヒルズのうちのシカゴです。はい。で、シカゴは価格だと10万円くらいなので、ニューヨークと比べると半額ぐらいになりますね。建物も豪華ですよね。はい。アメリカの都市部の高層建築の中にある建物っていう雰囲気がね、私は結構感じますけど、いかがですかね。で、ベッドルームがね、ちょっと私は色味が好きだったので、少し写真を大きめにしましたが、このね、ブルーメタリックとか、この色味のブルーが結構お部屋、いろいろなお部屋に使われてるので、この色味がね、好きな方はおしゃれかなと思います。まあ、白を基調に、こういうブルー感じですかね。ちょっとブルーの種類がそんな出てこないので申し訳ないですが、はい、こんな感じです。で、プールもね、結構広そうだったので、いいかなと思いますね。で、テラス席みたいなレストランも左上のようにありますので、ちょっとね、都会のおしゃれさを味わってほしいと思います。で、シカゴは、私はね、ちょっと、仕事の関係でね、行くことが割とあるので、シカゴにはちょっと詳しいんですけど、シカゴのスターバックスが、かなりおしゃれなのでぜひね、行ってみてほしいなと思います。はい。そんな感じですかね。はい。で、続いて、ビバリーヒルズですね。もう、ビバリーヒルズっていう響きが、いいですよね。はい。庶民の私からするとこのね、ビバリーヒルズっていう響きってもう、憧れるっていうよりも、富裕層って言っていいのか分かんないんですけど、お金持ちの皆さんがね、いるイメージありますね。日本だと、低層住居専用地域みたいな感じですかね。なんでもう高層のね、お家が建てないみたいなエリアのイメージがあります。はい。で、まあこんな感じで、なんで建物自体もそんなに高層建築ではないです。で、プールとかもね、優雅な感じで、なんかこう無理のないというか嫌味のない、どうだみたいな感じがない上品さがね、感じるなって感じがしました。あとはこのバーもね、かっこいいなって感じしますので、はい。ビバリーヒルズに行くときはっていうか、ビバリーヒルズに行くことがなさそうですけど、素敵なね、ホテルですね。これもペニンシュラを全て制覇すると思うと行けるってことなので、これはもうね、ペニンシュラを制覇するっていう目標を立てて一回ね、行ってみたいなと思います。はい。で、続いて、パリですね。あ、そうか。パリじゃなかった。最初、パリが新しくできたって言ってたと思うんですけど、ロンドンとイスタンブールですね。すいません。はい。で、パリはこんな感じです。いや、いかがですか。私はこの左下のバーがもう結構ドストライクというか、ツボに入っているので、このバーだけでも行きたいなと思いましたが、建物もね、西洋の建築にすっぽりハマってますし、左上の屋上ですかね、のレストランからはエッフェル塔も見えるっていう感じですね。で、こちらのホテルはエッフェル塔が見えるお部屋もありますので、もしね、興味がある方は、そのお部屋をね、狙って予約されるのもいいかなと思います。この右上の写真をあえて載せたんですけど、このスタッフの方の建物とのね、相性すごいですよね。おしゃれです。はい。で、右下のレストランも、なんかこのデザインが本当にパリっていう場所にね、ハマりますよね。はい。素敵なデザインで、クラシカルなデザインが本当にやっぱヨーロッパにあるとね、よりこう、ハマって美しいなって感じはします。あとこのエッフェル塔が見える真ん中の左上のレストランね、こんな贅沢ありますかっていう感じですけどね、素敵ですね。はい。で、続いて2023年2月に開業しましたトルコ・イスタンブールですね。まあ出来たてということでね、ちょっとパースっぽい写真、パースって言っていいのか分かんないですけど、デザインの写真で完全なこう、リアルな写真か分かんないのもあるんですけど、まあ、右下のねデザインを見ていただくと分かると思うんですけど、おしゃれですよね。まあ、これは写真なのかな、建物だけちょっと CG かなっていう感じもしたんですけど、はい。まあ、ただ、真ん中の写真はもう完成図なので、まあ、時間帯によってねこういう雰囲気かなと思います。で、左上のねペニンシュラグリーンを入れた外の席ですかね。こういうのはねカフェとかでもおしゃれだなと思いますし、バーとかもねかっこいいですよね。はい。で、こう新しいホテルじゃないですか。2023年2月開業で新しいホテルなのにもかかわらず
すごいね、近代的に仕切らない、ちょっとクラシカルな雰囲気をも入れつつ、おとなしいと言いますか、落ち着いた雰囲気もキープしてるあたりが、この品をね、感じるなっていう感じで、こういうとこね、私結構好きですね。はい、そんな感じです。で、最後になるのかな。最後、こちらですね。ロンドンです。いやー、2023年9月開業ということで、まだね、この動画を撮った時点では1年経ってないという状態ですが、こちらも左の席であるんですけど、青と緑のね、こうコントラストが美しいですよね。私、なんとなくこの青の椅子と緑のコントラストってなると、日本だとエディションさんのブルールームでしたっけっていうレストランがあるんですけど、そちらの色味のイメージになっちゃうんですけど、好きなんですよね。このちょっと明るい深い緑じゃない、青と、自然のね、緑と茶色の3つの色のコントラストが結構私は好きなので、この色味好きですね。このホテルに行ったらこのレストランでね、食事はしたいですし、このレストランの写真は撮りたいなと思うんですが、はい、そんなペニンシュラロンドンさんですね。いかがですか？出来たてなのでね、新しいペニンシュラっていうのもちょっと泊まってみたいなって思うので、このイスタンブールとロンドンはね、いつか行ってみたいなと思います。で、なんかこの国旗を、ロンドンの国旗を、イングランドにするか、イギリスのね、国旗にするか悩んだんですけど、なんとなくね、私ロンドンっていうとやっぱこっちの国旗の方がね、イメージがはまるので、はい、ロンドンイギリス国旗にしましたが、はい、こんな形になります。はい、ということで12個ペニンシュラさん、今回は写真見ながらね、ご紹介しましたが、いかがですかね。いやー、素敵ですよね。ちょっと世界地図に戻りましょうかね。こんな感じで、はい、ちょっと眺めて、皆さんもぜひここ行ってみようかなっていう狙いをね、定めて、ペニンシュラさん好きな方はぜひ行ってみてほしいなと思います。はい。ということで、写真ベースでね、そんな深い話にはならなかったと思うんですけど、なかなかインターネットとかで探していて、全てのペニンシュラを見ようとかって思わないと思うので、ペニンシュラがね、気になった時は、ぜひこの動画に戻ってきていただいて、こんな写真だったと思っていただけると嬉しいです。で、ペニンシュラさんへの思いとか、ここのペニンシュラ行ってみたい、もしくはね、行ったことがある方の印象もお聞きしたいので、コメント欄にね、コメントいただけると嬉しいです。はい。ということで、今回はホテル紹介でペニンシュラをご紹介しました。ちょっとね、いくつか私もこの動画を撮ると世界中のホテルがわかるので、紹介したいなと思いますので、ちょっと文が飛び飛びになってますが、いくつかのホテルを紹介したいと思います。で、私は香港のね、ホテルが割とラグジュアリーホテルにハマって好きになったので、ちょっとね、マンダリンオリエンタルさんとかを次はご紹介できたらなと思います。はい。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。失礼します。またよろしくお願いします。